皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は札幌寿司の名店、そして日本一予約が取れない寿司屋とも言われている寿司一行のご紹介です。寿司一行は今年の夏に東京銀座に移転されました。今回東京のお店には初めてお伺いします。前回2月にお伺いしているので10ヶ月ぶりの一行です。数日前からとても楽しみにしていました。お店は東銀座の銀座6の裏通りにあります。とても綺麗なビルですね。こんなに予約が空いてしまったのは初めてなので、もうワクワクが止まりません。エレベーターに乗って3階へ。店内は他のお客様もいらっしゃるので撮影は控えましたが、和風建築と洋風建築が融合した大正時代の邸宅のよう。そして驚くべきことに、なんとここはウェイティングルーム。ちょっとしたバーのような内装のレベルではなく、とても贅沢な広さと内装だったんですよ。さすが一行さん。そして予約客が全員揃うと隣のお部屋へ移動し、寿司カウンターへ。そちらのお部屋に入ると、あれ、ここは札幌と錯覚してしまいました。札幌のお店と非常によく似た作りをされているんです。でも札幌のお店より贅沢な広さをとっていましたよ。さて席に座り、まずは日本酒で乾杯。第一、福岡のお酒です。それでは早速お料理のご紹介。まずはタイです。お塩やわさびでいただきます。タイのうまみが強く、わさびの香りがタイの風味を引き立てているよう。とても弾力があります。一行さんに来たんだなぁと実感する一品です。お次は赤貝。わさびだけをつけていただきます。こちらの赤貝は結論から言うととんでもなく美味。本当にいい漁場で育った赤貝なのでしょうね。赤貝の香り、風味、うまみ、どれをとっても絶品でした。お次はカツオ。炭火焼きされており、海苔醤油がかけられています。海苔醤油は毎回白米をつけて食べたくなるほど美味しい。炭火焼きされているため、香ばしい風味と臭みのない爽やかなカツオの風味が口の中に広がります。炭火焼きした後、包丁を入れる際にシャリシャリシャリと音がするのですが、その音を聞くだけで私の体は条件反射で思わずこっくりとしてしまいました。体はこのカツオの味を覚えているんですね。そしてお次は白子。だしをかけてすだちを絞っていただきます。一言で言うと、とっても濃厚。白子が濃厚なので、だしも結構しっかりめの味付けです。ほんのりとすだちの香りもあり、とてつもなく美味しいです。これは日本酒が止まらなくなってしまいますね。ということで、日本酒寿をいただきました。日本酒と一緒に楽しもうと思います。お次はバチコ。ナマコの卵巣です。珍味であり美味。日本酒と合わせると絶品です。ここから握りがスタートです。まずはカスゴダイ。シャリとネタの一体感が絶妙です。この絶妙な一体感と後から酢がスッと抜けていく感じ、
そうそう、これがIKKOさんなんだと思い出しますね。お次はスミイカ。コリコリと弾力がありますが、さっくり切れる歯切れの良さ。ほんのりと柑橘の香りがして風味豊かな握りでした。お次はサワラ。炭火で炙られており、食欲を刺激するいい香りです。炙られていることで脂が溶け、口の中でねっとりと柔らかいんです。これは美味しい。そしてマグロ。IKKOさんのマグロはいつもかなり美味しいものを出していただけるのですが、今回もやっぱりとんでもなくいいマグロでした。口の中に入れ、噛んだ瞬間脂が溶け出していきます。噛めば噛むほどに脂が溶け出し、シャリとの一体感が増して、とてつもない美味しさになるんですよ。こちらは大トロ。先ほどのマグロとは異なり、噛む前の口の中に入れた瞬間から脂が溶け出し、より強い一体感となります。思わず目をつぶって味わってしまいました。お次は北海道昆布森のウニ。昆布森のウニは初めてな気がします。すっきりしてキリッと冷たくて美味しいです。油感の強いものを食べた後のウニはさっぱりしますね。お次はのどぐろ。こちらもIKKOさんならではの一品ですね。シャリの上にパリッと皮目を焼いたのどぐろが乗っています。シャリとよく混ぜていただきます。のどぐろの脂がシャリに溶けて美味しいんですよ。わさびをたっぷりつけて食べるのがお気に入りです。お次は小肌。夫の大好物です。お店によって酢の締め方が異なるので特色が出やすいネタの一つですが、結構しっかりめの締め具合でした。食べた後に口の中でスーッと伸びる酢の風味もあり、いわゆる小肌らしい小肌でした。こちらはブリです。身を薄く長く切り折りたたんで握られています。口の中が酢でさっぱりとした後に油感のあるブリという流れ、計算されていますよね。お次は鬼アジ。筋肉質なしっかりとした身で噛み応えがあります。ネタとシャリの間に薬味が挟まっており、薬味と香りとネタの相性もいいですね。こちらはアナゴ。お塩でいただきます。ふっくらとしており、シャリと一体化していく感じもとてもよく美味しいです。お塩でいただくので、アナゴ本来の甘みや風味をより強く感じられます。おまかせ握りコースの最後は卵。滑らかな舌触りの卵焼きでした。ここからは追加です。まずはタイ。IKKOさんでタイの握りをいただくのは確か初めてですね。いつもは今回のように刺身で出されることが多いです。薄く切った身を2枚重ねにして握られています。タイの握りめちゃくちゃ美味しいですよ。もしあれば追加されることをおすすめします。そしてかんぴょうと鉄火巻き。ここに来ると最後は必ず追加してしまいます。美味しいお寿司屋さんだとかんぴょうで締めたくなるんですよね。爽やかなわさびとかんぴょうの甘みの相性がなんともいいです。
こんな感じで寿司1個のお寿司を堪能してきました。この動画を少しでも楽しんでいただけると嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。